そういったことはですね、これから指針を作ることになっております。法律に基づく指針、そしてその指針にのっとって労使委員会で決議をしていただく、こういうプロセスがありますんで、その指針の中身に、今ご指摘のことも含めてですね、これ法律が通ればの話ですけれども、労働政策審議会でご議論いただくことになるというふうに考えております。小池晃君。法律上全くないわけですね。それ、私の質問に答えてないんですよ。4日間休ませれば、あとはずっと働かせることが、104日間を除けば、ずっと働かせることができる。計算すればこれ6000時間になりますよ。6000時間超えますよ。これを排除する仕組みが法律上ありますかと聞いてる。加藤厚生労働大臣。ですから今申し上げましたように、働かせるっていうこと自体がですね、いや、働かせるということ自体が、この制度には馴染まないということでありますから、ですからそれを踏まえて、先ほど申し上げて、法の趣旨を踏まえたですね、指針を作っていく、そして指針に基づく決議を決めていただく、そして決議は指針に遵守しなければならない、こういった議論がなされているわけでありますから、今、委員おっしゃったようなことにはならないだろうというふうに思います。小池晃君。私はね、質問ちゃんと言ってるんです。なるかならないかと聞いてるんじゃない。法律上排除されることになってますかと。私が今指摘したような働き方は、法律上できないという規定になっていますかと聞いてる。加藤厚生労働大臣。ですから一般であればですね、残業が命じられて、そしてそれにのっとって仕事をしなきゃならないわけであります。しかし、このコードプロフェッショナルはそういう仕組みになっていないんです。で、法の趣旨もそうでないんです。したがって、それに基づいた、先ほど申し上げた法律に具体的にというお話がありましたけれども、その法案の趣旨を踏まえて、指針にしっかり盛り込めばですね、それは法律的な効果を先ほど申し上げたように生んでいくということであります。